ちは、りくです。今回はインスタでリクエストをいただいた身代わりのおすすめ品と私が気になっているものをちょこっと紹介しようかなと思います。まず私のスペックなんですけど、以前プロの方に診断してもらった時はブルベ冬のセカンドイエベアキ。明るめのカラーよりはちょっとくすんだディープなトーンが得意なタイプなので、そういうくすんだ感じのカラーが好きな方とか中間色的なカラーが好きなので、どの方でも参考にしていただけるような色もあるんじゃないかなと思っております。カフェとかでお友達と身代わり何買うとか、最近何のコスメ買ったとかお話しするのが大好きなので、そんな感じの雰囲気で皆さんとお話できたらいいなと思っております。好きな飲み物とか用意してゆっくり見ていただけたら嬉しいです。私は最近ハマってるグリーンルイボスティーを持ってきました。最初はこれめっちゃ最近ハマっております。くせ毛でストッパーを当ててるんですけど、こっから下はブリーチ毛で、くせ毛かけるストッパーかけるブリーチ毛っていう結構履歴多めなヘアなんですが、そんな私でも大満足の2つになってまして、このグロワースっていうブランドは以前スプレーを持っていて、もう何本使ったかな、めっちゃ身代わりで買ってリピしてたんですけど、あれ結構香りが強めで、ほのかな自然系の香りが好きな方とかは多分苦手なタイプのやつで、ちょっと香り抑えめで同じような効果のやつがないかなってずっと他のブランドさんのとかを試したんですけど、なかなかマッチするのに出会えなくって、でこっちはちょっと残念ながら9点に売ってなくてオリアンで購入したんですけど、こっちは9点にも売ってるんでご紹介しようかなと思って持ってきました。美容師さんにおすすめしてもらったやり方で、もう私のような髪の毛の人はミルクの後にこういうオイル系をなじませるのがいいよって教えていただいて、それすごいうるっとしてサラッとする感じ、もうそのバランスがちょうどよくっていいんです。このもう使い切りそうなオイルのものがスプレーと一緒でキラキラのラメが入ってて、でつけるとそんなにめっちゃラメラメした感じではなくて、くせ毛とかすごいパサついて見えやすいんですけど、適度なツヤを足してくれるっていうところもいいですし、香りはやっぱり好みが分かれると思うんですけど、お花系かな、ちょっとダメージヘアでお悩みの方2つおすすめです。次は最近可愛いなって思ったやつ、新しい商品なんですけど、ヒンスのミルキーソープコレクションの単色のアイシャドウです。ショーツでメイク動画上げて、その時に使っていたやつなんですけど、これギフトでいただいて、いろんな組み合わせを試してメイクしてみたんですけど、今のところこの組み合わせが一番可愛いなって思ったのでご紹介しますね。もともとヒンスのアイシャドウ大好きで、前から見てくれてる方はご存知かもしれないんですけど、ヒンスのパレットめっちゃ持ってて、でチャンスオンっていうパレットが特にバランス良くて使いやすくて本当に推しだったんですけど、これですね。もうちょっとくすんだ色がいいよっていう方はこの4番のザ・ナラティブっていう色もおすすめです。黄身があんまり得意じゃない方はこの辺のカラーは使いにくいって思うかもしれないんですけど、グレー系の色が本当に可愛くて、グレー系の配色が可愛いパレットになってます。でちょっと脱線したけど、最近一番新しく出た特におすすめの2色が08番のオネスティと15番のアルールインモーション。コアっぽい感じのベージュで、最近使いたい雰囲気にぴったりの流行りのカラーだと思います。これがアメリの222のココアベージュとちょっと似てて、見た目こんな感じで、こっちがヒンスでこっちがアメリ。ヒンスの方が深みのある感じ。色の系統は似てるので、どっちも可愛いからアメリの後にヒンスでいい絵つけるのも可愛いかも。でもう一個の15番の方はもうちょっとモーブっぽい感じで、こんな感じのモーブ味が足されてる感じ。今日のアイメイクはベージュ系のマットシャドウでまずベースに塗って、
01のリネンっていうカラーを使ったんですけど、お持ちのベージュのシャドウでも大丈夫で、その後に8番塗って15番をもうちょっと狭い範囲に塗った感じで、この15番がブルベさんの涙袋の影の色にすごく使いやすい色だなと思います。今日はこの15番で影を引いた後、11番のカフェインっていう締め色でもうちょっと影に濃さを足して涙袋を連成したんですけど、アイラインのぼかす色にも使ってます。でもこういう締め色とかこのベースのカラーは多分アイシャドウパレットとかについてきてお持ちの方が多いんじゃないかなと思うので、目代わりでおすすめしたいのはこの8番と15番。マットでこういう雰囲気のアイシャドウが好きな方はぜひ買ってみてください。単色シャドウよりもアイシャドウパレット派だわっていう方は、ちょっとくすんだ明るすぎない雰囲気のアイシャドウパレットでおすすめがあって、前エスコスでご紹介した 2AN のレターミーアイパレットの5番ディアミーっていう色と、これがめっちゃ良すぎてもう1色追加で購入した6番のステディっていう色です。ディアミーの方がピンクっぽいニュアンスがあるパレットで、ステディの方がもっとベージュブラウンっていう感じの色です。何がいいって、もう色味もどちらにもすごく偏ってないような日常で使いやすいカラーっていうところもあるし、パレットの構成が6色構成になっていて、ベースカラーと中間色と締め色が入ってるので、これだけでグラデーションが綺麗にできるし、裏目がハイライトに使えるぐらい繊細なタイプとキラキラっと粒感があるようなラメ2種類入ってて、旅行とか持っていけばアイメイクめっちゃいい感じにできますっていうこの構成が大好きです。マット系のグラデが好きで、たまにハイライトとかで目頭にちょんって輝き出すのが好きだよっていう、私みたいなメイクの仕方が好きっていう方におすすめしたいパレットです。他の色も結構いろいろあるので、いろんな方に使っていただけるかなと思います。次、ハイライターで最近出たやつでいいなって思ったのが、ミュードのフェイスフィルボリューマーハイライターの B05 バレリーナっていう色なんですけど、これがやりすぎないピンク系のハイライターで、今日も鼻の付け根と鼻先と目頭に入れてキラッとさせてるんですけど、ピンク味が強すぎない感じ、ギラギラしないから日常のメイクとかでも馴染みやすくって、最近この絶妙なピンクベージュみたいな色が気に入って使ってます。チークの目代わりのおすすめ品はやっぱりこの2つです。トゥースラッシュ4のフォローオーバーフェイスブラッシュのラムベージュとディムベージュ、ショーツとかで紹介してたんですけど、こっちがラムベージュでこっちがディムベージュ。これは結構私みたいなクール系のメイクの系統が好きな方におすすめしたい2色で、チーク塗るとなんか可愛すぎちゃうなぁみたいな、ちょっとそんなにキュートには痩せたくないんだけれども顔の余白は埋めたいっていう方におすすめです。こちらもアイシャドウに使えるくらいの落ち着きを持ってるので、アイシャドウのベースにしてチークにしてみたいな感じで全顔に散りばめてワントーンメイクするのも使いやすくって目代わりでぜひって感じ。このさ、チークの新色がね5月の31日に出るらしくって、今紹介してた色とはちょっと違ったピンク系目代わりで狙ってます。買った時についてきたこの鏡めっちゃ可愛くないですか？今回特に欲しいものもないなーっていう方に買っていただきたいのは、この私が何度もご紹介してる Too Cool for School のアートクラススマッチングアンダーライナーの2番ファジーっていう色です。これほぼ毎回メイクに使ってるんですが、際を埋めるのにとてもぴったりで、今のところ私はこれが一番好きで、動画で何回も出してるから分かってるよっていう人いっぱいいると思う。本当におすすめなので、こ
んな感じのくすんだローズって感じ。これが明るすぎるといまいち締まらなくてぼやけるし、赤みが強すぎると赤が入りすぎちゃうなっていう感じがするし、でも血色がない茶色だと結構クールによるなっていうところで、これがちょうどよくって。でもキアのさ、めっちゃバズってたカラーあるじゃん。あれ結局まだ変えてなくって、あれ持ってる方います？お気に入りに入れてあるんですけど、モーブバーンっていう色がこれと若干似た感じなんじゃないかと思ってるんですが、持ってる方いたらコメントで教えてください。これも目代わりで今のところ狙ってます。いつもね、買おうとすると売り切れててさ、買えなかったので、次コンシーラーをこれリピしようと思ってます。ウェイクメイクの10番フェアっていう色なんですけど、 SPF30 PA++ で、色が一番明るいやつ、こんな感じ。個人的にファンデーションした後の肌にちょうどいい色で、黄身すぎずピンクすぎずお気に入りです。で、乾燥もしづらくてパキパキしてこないので、これリピろうと思ってます。なじませるとこんな感じ。他に目代わりおすすめはやっぱりこのオサドのつけまつげ。今日もつけてるんですけど、前ね動画にしたのでもう知ってる方も多いかもしれないけれども、マグネットつけまでつけまとクリップが入ってて、まつげをピッて挟んで上下のマグネットでつけまを固定するっていう、本当に楽ちんに綺麗にできて便利。気になる方は動画を見てください。アイブロウはこの2つが激推しです。スマイルメイクで紹介したニュードの C01 番、このピンク具合が私にはいいみたいで、薄眉にしたい方ぜひ使ってみていただきたいんですが、眉毛の色をなくした後、ロムアンドのモダンベージュ03番を重ねるっていうやり方がやっぱり今のところベストで、他のもちょっと試したんですけど、今のところこれが良い。あんまり黄身が強くない色で眉毛の存在感を薄くしたい方におすすめの組み合わせです。こっちがミュードで、こっちがロムアンド。エスパーのブローコンシーラーも買ってみたんですけど、こっちの方がピンクみのないベージュって感じで、こんな感じ。これで薄くしてこれをのせるとちょっと血色がなさすぎるなという感じで、色があんまり合わなかったので、ピンク系のカラーよりベージュ系が得意な方だったらこっちの方がいいのかもしれない。さっきも紹介した2スラッシュ4の新しいブローマスカラ買ってみたんですけど、色が今の私にはマッチせず、ブラシもすごいちっちゃくて塗りやすいんですけど、ちょっと黄身が強すぎた感じで、アイマスカラとしては小回りが効いてすごい使いやすかったので、黄身が得意な方はこちらもいいかもしれない。あとはリップアイテムをおすすめしようと思うんですけど、リップベース系はいろいろ買って1本リップベースの動画にまとめようと思ったんですけど、次から次へと新しいのとか欲しいのが出てきてしまって、なかなか収集がつかないので、今の時点でお気に入りのやつを最もよく使うリップベース系はやっぱりこの2つです。前動画で全色レビューした H のブラーティントとジャビン・ドゥソールのプライマー、それぞれ目的が違うんですけど、 H の方はふわふわマットのリップベースで若干青みがあるくすみ系なので、リップをちょっとくすませたい時とか若干青みを持たせたい時に使うとめっちゃ可愛い。対してジャビン・ドゥソールの方は唇の色を消したい、ベージュでまっさらに整えたい時の液状のリップベースで若干のプランプ効果もあるので、これを仕込んでおけば自分の唇の色が出すぎてリップの色が思った通りにならないっていう時とか
ばしにくいマットのリップとか塗る時とかにとにかくベースに使いやすいっていう。ビーチは目変わり対象になるかな、わかんないけれど、なんかリップの色が明るくなりすぎちゃうっていう人にぜひ使ってみてほしい。ブライナーは変わらずハートパーセントもおすすめですし、ロム&も落ちにくくって、バニラコもね、色味が割と好きだった。ちょっとモーブっぽいリップをつけたい時に、このホリカホリカのグレイローズがすごくぴったりだったので、今まとめてちょっとスウォッチしますね。手元のスウォッチ見ただけで私が好きな色の系統がバレちゃうよね。あ、ちょっとこれはノーだなっていう、今の私にはマッチしないですっていうやつは省いているので、ご参考になったらいいなと思います。上からハートパーセント、ロム&バニラコ、ホリカホリカ。順番前後しちゃったけど、20番のサーモンベージュ、14番のカームピンク、13番のベアリップス、4番のビッグブリーズ、EK01 番のヌードローズ、05番のクレイローズです。ベージュ系とかブラウンとか使いたい時に使ってて、これは正直私の唇よりもちょっと明るいので、明るいリップをつける時とか、落ち着いたローズ系使いたい時とかで、ここら辺は使い分けてて、ロム&はもうちょっとこっくりした明るめのピンク、これよりもちょっと色が濃い感じ、このグレイローズはモーブっぽい感じで使い分けてます。ほんとリップアイテム大好きなので、他にも私これが好きですっていうのがあったら教えてほしいです。次元マンションのタイアップカバーティントのヌーディー系のカラーを狙ってるのと、カラーグラムのギークヌードカラーカバーティント、くすみっぽい色があるみたいなので、それを狙っています。セメントっていうさ、ベージュのグレー、ビーチとどのくらい違うのかなっていうのが気になってて、カラーグラムの持ってる方いるかな。あとは日焼け止め難民で今、アスタリフトが公式ストアが9店にあるので、それを身代わりで買うかちょっと悩んでます。はい、とりあえずこんな感じで身代わりでおすすめのやつ紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。最近ちょっと元気少なめであんまり動画撮れてなかったので、インスタグラムで募集したらいろんなリクエストいただけて本当に嬉しかったです。見てくださってる方がどういう動画を見たいのかとかもすごく気になるので、いろいろ声をいただけるとありがたいです。皆さん目代わりで何買ったよとか、これ気になってるとかぜひ教えてください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。可愛いコスメを使うとテンションが上がるし、自分が納得のいく自分でいられるようにいろいろ投資するのがお買い物だと思ってるので、この動画も少しでもご参考になったらいいなと思います。またねー。